ハイグレード NZ666 クシャトリアニュージオンプロトタイプモビルスーツ4ニュータイプの制作ギミック紹介です。ガンダムユニコーンはブルーレイで全て見たのですが、初めてプラモデルは購入しました。紐をハサミで切って箱を開けます。ハイグレードの144分の1ですが、かなり箱は大きめです。たまたま棚出し中で購入することができました。中のランナーを見てみます。まず1袋目は足や腕などの黄緑色のランナーとポリキャップです。 HG なのでディテールが多い感じはしないです。2袋目はグレーのフレームのランナーとエフェクトパーツです。リアスカートの内側のパーツもあります。3袋目は多色成形のランナーとシールです。黄色の丸いパーツはメガ粒子砲です。胸部や腕のマークの部分がシールになっています。4袋目はバインダーのパーツです。内側のグレーのパーツと外側の黄緑色のパーツです。サブアームのパーツもあります。バインダーのパーツはかなり大きくなっています。5袋目は4袋目と同じパーツです。6袋目は足や腕などの外装のパーツです。ディテールはあまり多くはないです。7袋目は濃い緑の胸部のパーツとミッドナイトブルーのパーツです。リアアーマーのパーツもあまりディテールはないです。8袋目は ABS 樹脂のグレーのパーツです。このパーツは取り扱いに注意が必要です。一番下に取り扱い説明書が入っています。14ページの説明書になっています。8袋15のパーツなのでこれくらいの高さになります。組み上がった状態になっているので可動域やギミックを見ていきます。まずは頭部のモノアイのギミックです。このレバーを左右に動かすとモノアイが動きます。レバーを右側に動かすとモノアイも右側に動き、左側に動かすと左側に動きます。中央にしておきます。次は腕の可動域を見てみます。接続する軸に対して70度ぐらい開くことができます。腕は横にはあまり動かないです。腕を曲げてみます。90度ぐらいまでしか曲がらないです。違う角度からもう一度。ハンドパーツも左右にはあまり動かないですが、かなり回すことはできます。干渉するところまで回すことはできます。次は胸部です。制作中に稼働するような作りになっていなかったので動かないとは思っていましたが、全く動かないです。腰の部分です。フロントアーマーは90度ぐらい上に上がります。サイドアーマーも同じぐらいまで上に上がります。リアアーマーは固定してあるので全く動きません。足の可動域です。この付け根の部分は一周回ります。膝のこの部分は動かないですが、その下の部分のパーツは上下に動きます。後ろのスラスター部分も上下に少しだけ動きます。足首は干渉するまで回ります。横には左右にこれくらい動きます。前後はこれくらい動きます。あまり可動域は大きくないです。つま先やかかとは全く動かないです。バインダーの可動域とギミックです。スラスター2つはぐるぐると動きます。ファンネルははめてあるだけなので簡単に外せます。サブアームはこのような感じで展開することができます。最後に引き出します。小型のビームサーベルは付属してないです。しまう場合には押し込んで畳みます。このような感じで収納することができます。バインダーアームは2箇所でロックすることができます。これでロックされた状態になっていて、下に動かすとロックが解除されます。この角度以外にもう1箇所の角度でロックをすることができます。この位置でロックすることができます。ロックできる部分はこの目印の部分です。角度を合わせればロックすることができます。バインダーはこの部分で一周回すことができます。バインダーアームも結構自在に動きます。固めになっているのでロック機構を使わなくても維持することができます。組み立てていきます。まずは胸部に頭部を取り付けます。頭部の可動範囲は干渉するまで動きますがかなり狭いです。
上下にもほとんど動かないです。腕を取り付けます。穴に差し込むようになっています。取り付け部分を少しだけ引き出せるようになっています。反対の腕も同じように取り付けておきます。次は腰の部分に足を取り付けます。穴に突起部分を差し込みます。奥まで差し込んでおきます。反対側も同じように取り付けます。組み上がった下半身に上半身を取り付けます。腰の部分に突起部分があるので上半身の穴に差し込みます。バインダーアームを肩の穴に差し込んでいきます。残りの3つも同じように差し込んでいきます。最後にバインダーの位置を調整してクシャトリアの完成です。これだけ大きいバインダーが4つついていますが、立たせることはできます。組み上げた状態での可動域を見てみます。腕は肩の部分から動くのですが、バインダーも一緒に動くのでかなり動かしづらいです。足の可動域です。横にはかなり上がります。サイドアーマーを動かしてやると90度ぐらいまでは上がります。前側はフロントアーマーを上げて膝の部分が干渉するまで動きます。後ろ側はリアアーマーに干渉するまで動きます。あまり動かないです。ビームサーベルの持たせ方です。持ち手部分にエフェクトパーツをはめ込みます。ハンドパーツの穴に持ち手部分を差し込みます。これでビームサーベルを持たせることができました。クシャトリアの武器はメガ粒子砲が多いので説明できるギミックがほとんどないです。最後にこのキットの感想です。クシャトリアは本体だけでも100分の1と同じぐらいの大きさがありますが、バインダーがあるのではるかに大きく見えます。シールの貼るマークの部分は凹凸があってうまく貼りづらかったので今回は筆で塗りました。 HG としてはシールも少なくて色分けはされている方だと思います。バインダーを支えるバインダーアームはかなり保持力があっていいと思います。全体的にディテールは少ないのでディテールアップすればだいぶ変わるのではないかと思います。少し残念な点を挙げておきます。サブアームの小型ビームサーベルが付属していないところです。少しバランスが取りづらいのでアクションベースを使って飾る方がいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。